こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、許すことで自分自身に 100% 力が戻るっていうお話をしたいと思っています。このチャンネルでは、私たち自身が宇宙人そのものであるっていうお話とか、スターシードのお話、あとは、スピリチュアルな能力は誰でももともと持っていますので、そのテクニックとかね、簡単にこうすると楽になるよとか、そういう話をしています。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、今日は、許すことで 100% 力が戻るっていうお話をしたいと思っています。許しってものすごい簡単なんですけど、許せてないことってすごい多いんですね。で、自分自身のこともそうだし、人のこともそうなんだけど、許すことによって、自分に力が戻るんですよ。っていうことは、許していないと、ソニーちゃんダメ、ソニーちゃんダメ、やめてお願い、ソニーちゃん、すいません許さないことによって力が相手に渡ってるってことなんですね。それをちょっとねお話ししたいと思います。でこれねバシャールの言葉で許すっていうことは自分が弱いからではなく、その逆で自分自身にパワーを戻してあげる作業であるっていうことなんですね。で 100% 自分で存在している物質界に、人を恨んだり妬んだり、あと自分のあれが許せないとかそういう風にしていると、100ある自分自身のエネルギーが相手に渡ったりね、その時の出来事に渡った状態になるから、手元には70しかね、自分自身のところには70しかエネルギーが残らない状態になるってことなんですね。でまた誰かを気にしたりとか、また何か出来事を気にしたり許せなかったりすると、その出来事にまた力をこう渡しちゃうから、自分自身残るのは50とかになっちゃうということを言ってて、だから、そこのね許せないことがあるとしたら、それを許していけば自分にやっぱ力が戻るってことなんですよ。だからどんどん自分自身のことを許していく、あと相手のことを許していくっていうことをしていただくといいと思うんですね。で本当にねちっちゃなことを許せなかったりするんですよ。で大体そのなんていうの、人のことを許せないと思ってたりする、あの人にあれをされたことが許せないと思ってるとするじゃないですか。そうするとその人のことを許せないのはあるんだけど、それを体験した自分のことを許せないんですよね。だからその、周波数がずっとそこで悪さをするから、何かあった時にまたその周波数がわっと出てきて摩擦を起こすんですよ。とにかく原理としてはなんでそういうようなことが起こるかっていうのは、私たちの内側にだから入ってればいいんだけど、外側の世界に翻弄されちゃうからね。で翻弄されていてもちょっと待って、ソニーちゃんがやんちゃしてたんです、すいません。でそうだから自分自身がのことをね、まずは自分のことで許せないことがあったとしたら、もうそれを許していくってことですね。それをやることによって自分にその時のなんか許せない自分がいるとしますよね。そうするとその時の過去にだから周波数を置いてきてるんですよ。周波数を置いてきてるっていうか、そこに毎回アクセスしてわざわざその周波数を引っ張ってきてってアンカリングしてるっていうんですけど、なんていうの、紐くっつけてるみたいなもんですよ。そこの出来事に紐くっつけて、それを毎回持ってきてって嫌な気持ちになってるってことですね。でもそうやって毎回そういう許せないことがあると、その周波数をずっと自分が握ってるんですよ。握ってるからことあるごとにそれが出てきちゃうってことなんですね。でそこに毎回力をだから置いてきてるっていうのかなっていうことだから、許すことによって癒されるんですよ、その出来事がね。であと人のこと許せない、あの人が許せないって思ってたり、過去に親にこうされたことが許せないとかね、もう絶対に私は許さないとかって、もちろん許さないのもいいんだけど、いつまでもそれを引きずってたりすると、もうそこに結局力を与えちゃってるから、自分自身のところに何て言うのかな、相手のところにね 20% ぐらいいっちゃってるから、自分のところに戻ってあるのが80% になっちゃうとか、そういうことなんですね。でそれがいっぱいあればあるほど自分自身の力っていうのがやっぱり取り戻すことができないですから、じゃあ逆に言ったら、そういうものを許していくことによって、認めていくことによって自分自身に力が戻るっていうことなんですね。そうだから許すということは、相手に渡ったエネルギーとか、その時の出来事に渡ったエネルギーをまた自分に戻して100にしてあげる作業であるっていうことをバシャルが言ってるんですよ。あ、グリムに
自分自身にパワーを戻して、あとね、自分自身にパワーを戻して前進する力を取り戻してあげる行為なんですって。すごくいいですよね。自分自身にパワーを戻して前進する力を、100% になったらもうどんどん前進しようって思えると思うんですよ。そうだけどなんか許せないものがいっぱいあると、もうそこにパワーを渡しちゃってるから、もうね疲労しちゃってるんですよね、自分が。そうだからどんどん許していくといいと思うんですね。でね、私で言うと、例えば小さなことで最近あったやつだと、最近っていうか去年とかあった出来事で、なんであんなことやっちゃったんだろうとかさ、なんであんなこと言っちゃったんだろうとかでね、あれがなければすごいスムーズにいってたのに、なんであんな風なことをやっちゃったんだろうみたいな感じで、なんかそれを体験した自分が許せなかったりとか、許せないっていうか、なんかすごい引っかかってて、あとはそれを体験している、それを体験させた相手に対しても、なんかそんな嫌だと思ってなかったけど、なんか責めてたりね、だからその人と一緒にやらなければよかったとか、そういうことがなければよかったのにって思うようなところと、あとはそれを体験した自分を許せないっていうか、なんかそういう過去のことを、ちょっと引きずってたんですね。だけどでもなんかそれに気づいたんですよ。許せないことがあるとしたらね。でそこに結局周波数を、置いてきてるから、私の力っていうのは 100% ではなくて 95% とか、5% とか 10% とか、やっぱりそこにアンカリングしてたんですよね。で、これがあったんだっていうことに気がついたらまず消えるんですよね。だからちょっと今やり方をお伝えしますけど、私がここで許す行為っていうのはどういうふうにしたかっていうことなんですけど、まずその時の自分が許せないとか、そういう風にならなければよかったのにって思う気持ち、なんでそうやって思うかっていうと、なんかすごいやっぱり自分のことが嫌だなってちょっと思ってたみたいな。あとなんだろうな、それ体験しなければよかったのになみたいな感じで後悔してる気持ちかな。後悔してる気持ちをちょっと感じたんですね。だから感情を思いっきり感じたことによって癒されたので、なんかみたいな、みたいな感じで、こう思いっきりそれを感じて、ちょっと嫌な気持ちとか出てくるんだけど、思いっきり感じて感じきったらふーって言えるんですよ。癒される、自分が自分で癒されて、なんかいいやみたいな気持ちになる。だからこれもブロック解除なんですよね。周波数が変わるから、なんかね、ブロック解除っていうのも、結局ブロック解除でやってるのっていうのは、もうその出来事が引っかかってたんだっていう気づきが起きたら、もう結構解除されちゃうんですね。周波数変わっちゃうから。だから許せないことがある方はそこに一回目向けてあげる。こう許せないことが自分はあるんだって、この出来事に対して自分は引っかかってるんだって自分が認識することによって言えるんですよ。まずこれが第一だから、許すっていうことを一つはそこに目向けてあげるっていうことですね。自分自身がどの周波数がどのことを許せていないのか、どこら辺に自分は引っかかってるのかっていうところを自分で見てあげる。これによって気づけば、まず許しが行われていて癒されるんですよ。で2つ目は周波数をね、そこで感じきるってことですね。特に許せないことって暴れるから、もう感情感じきっちゃった方がいいと思うんですよ。だからあの時に許せなかったみたいな、なんでもう怒りとかすごいある方いると思うんですよ。こんにゃろーとか、野郎とかってさ、そういう気持ちがあるとしたら、そこを思いっきりグワーって、なんだあの人は何なんだとかでもいいよね。うわーって感じてあげると、もうなんかとにかく思いっきり感じるんですよ。ちょっと大げさなぐらいグワーって感じるとすんごいすっきりするし、あとなんかね、ふーってとことんまで行くとふーってなるから、もういいやみたいな、もうなんだろう、もういいやってなるね。だから感情を感じきるっていうのが多分早いと思うから、許す時に特に抵抗してるやつはね、このやり方かなと思いますね。あとはだから、ブロック解除とかもすごいいいと思うんだけど、なんかさ、許せないことって結構抵抗してるから、周波数を書き換えていただく、気づいてね、周波数を書き換えていただくのもいいんですけれども、感情を感じきるってやるといいと思うこないだやったらすごいやっぱ良くて、すごいね、なんていうのかな、やっぱりそこまで抵抗するほどその周波数に
のことを自分がこだわってるっていうことだから、そこはやっぱりしっかり目向けてあげて、その感情を感じてあげると、感情ってすごく反転するから、その感情を感じることによってダイナミックになっていくんですよ、人生が。だから 100% の感情を感じきることによって、この許しの部分は本当になんていうの、思いっきり自分に 100% 戻ってくるってことです。それが 100% 以上戻ってくるかもしれないね。ここでさ、だから相手にさ渡してしまっていた自分が 50% で、おかえりなさい、相手に 50% いっちゃってるとしたら、その 50% が許すことによって、で感情を感じることによってちょっと苦しいんだけど、うわーって感じるじゃない。そうすると自分にそれで癒されるプラス 50% が自分に戻ってきて 100% になるプラス、なんかその前進するエネルギーがもっとこうグワーってくるから、感情を感じるっていうのは結構その人生をダイナミックにさせるするためにもすごくいいんですね。だからこういう感じでやっていただくといいんじゃないかと思いますね。だから許すっていうことは 100% 自分自身に力が戻るから、どんどん許してあげること、もう敷居を低くしてあげて、ちょっと小さなこと、あれをやってあげられなかったとかね、例えば子供が今帰ってきてお帰りって言ってあげられなかったなとかってもしあるとするじゃないですか。そしたらその自分を許してあげるんですね。でも忙しかったからしょうがないな、よしよしみたいな感じとか、ごめんねみたいな感じで、だけど自分をだからあんまり責めないで、なんていうのかな、自分も精一杯やってるんだから、みんなも精一杯やってんだからみたいな感じで許してあげてもいいと思うし、とにかくなんか自分がやっぱり激甘ですよね。自分が自分に寄り添ってあげて、よく頑張ったね、あの時嫌だったねとかって気づいてあげるとか、甘くなんていうの、その出来事に対して自分自身が寄り添ってあげて、よく頑張ったね、嫌だったよねとかって言ってあげると、すごい癒されるんですよ、自分自身が。だから小さなことでいいから、そういうところからやっていくと自分自身に 100% 力が戻っていく。だからどんどん許しの達人になっていく。自分自身が許しの達人になっていくことによって敷居がやっぱりすごい下がるから、どんどんそのなんていうの、ハードルが下がってくるから、自分のことをやっぱり許せたり認めるっていうところまでいかなくてもやっぱり許すってことなんですよね。許して自分のことをどんどん許して肯定していくことによって、許すってことは肯定するってことですから、それによって外側の世界の人のこととかいろんなことをやっぱ許容することができる、すごいね、自分のやっぱりこう力が戻るってことなんだよね。気になるってことはさ、そこに自分が気にする、自分が何か嫉妬してたりとかするから、そこに周波数を置いてきたりしてアンカリングしちゃうってことだから、やっぱ気にしない自分になっていく、自分自身の本当許容して許していくことによって、なんか外側の世界のことがあんまり気にならなくなってきて、自分自身で楽しめるようになるよね。はい、今日は自分自身にね、自分を許すことによって 100% 自分自身に力が戻る方法っていうお話をしました。許すっていう行為はすごく簡単なんですけれども、ものすごく深いですね。で、気持ちいい。許すとすごい気持ちいいから、やっぱ抵抗するものがあるんですよね。だから相手のことがさ、許せないっていうよりも、むしろそれを体験した自分のことが許せないんですよね。なんか屈辱とかさ、プライドが高かったりとか、そうだけどそれを認めてあげる、傷ついたっていうことを認めてあげたり、気づいてあげるっていうことによってすごく癒されて、でなんていうの、自分のことを許すし、相手のことも負けを認めるとかっていうことではなくて、許容するっていうのかな、自分に力を戻すためにOK とかっていう感じで、認める、許容するっていうことかな。とりあえず OK みたいな感じで、もういいやみたいな感じでこう押していくみたいな感じかな。そういう風にしていただくと自分自身に力が戻りますので、どんどん許していきましょう。これを許しますっていうことを許せないことあったら、ちょっとコメント欄にいっぱい書いてください。これが許せないけど私はこれを許しますってさ、宣言してちょっとさ、感情を感じきることやってみてください。うわーって、で怒りとか出てきたらうわーってこの叫んであげて、枕とかに向かって叫んであげたり、ちょっといろいろ出てくると思うから、でもそこを思いっきりやるとすごい癒されるから、やっていただくといいんじゃないかと思います。はい、それではでは。